小指詰めろってこと？いや違う。恐ろしい話したのか。これ本邦初公開これ。どこにも流す。それが大悟さん。オンラインカジノとかけましてもうかかってるんですね。かけてるんですね。オンライン。いつもの YouTube よりいいこと言ってる。俺の周り、若いのめっちゃ多い。俺もこういう生活や。りゅうちゃんもそういう生活や。周りが集まってくるんだよね。このいいね連鎖が。おお。うまい。パーティーの始まりだ。こんにちは。ちょっとここまでのストロークよくわかりましたね。わからないし。のっけからこんなこと言うのはね、人入んないよこれ。わかんないもんだって。入り口全然わからないですよね。わかんない。すごいねここ。なんかオレオレ詐欺の本拠地かなと思って。そんな作りだよ。階段4段ぐらい上がって。野毛でしょ野毛。野毛です。場所言わない方がいいなあんまり。野毛ですか？場所あんま言わない方がいい。いや大丈夫ですよ。横浜の野毛にある寿司屋っていうのを言おうと思ってるんで。はい。いやでも渋いね。なんか時代にやってる感じはするよでもね。本当ですか？うん。隠れ家的な。うまかったら来るしね。もうそんなんでいいもんね。ね。いや。ありがとうございます。りゅうちゃんとは昔ね大阪ではいラジオずーっと一緒にラジオ村田徹とりゅうちゃんでやってたんですよね。はい。で長いつけもう何年？もうね、ラジオやってたのが、うん。2009年なんで、うん。16年前です。16年前。なんか今でもこうね、僕がなんか問題いろいろとニュースになったりしたら電話くれたりするんですよ。で小指詰めろってこと？いや違う。いいぞ別に私は。あと1本あるから。コウさんなんか飲みましょうか。あ、せっかくなんでね。そうですね。ここお寿司屋さんなんで、お酒飲んでいただきたいんですけど、実際も僕一人でやるんですよ。6人。で飲み物はそこの冷蔵庫の中から中にあるものはもう勝手にやってくださいスタイルで瓶ビールはこの中あります。であとナチュラルワインがここにあったりとかして、だからワインとビールはこっちから出すんですけど、それ以外はもう冷蔵庫で勝手にやってくださいスタイルなんで。なんかあれだね、アメリカの大学生がさパーティーするときそんな感じだよね。もうどっからでもどうぞみたいな。すごい。そんなスタイルでやらせてもらってます。あ、じゃあそこからはい。何がいいですか？まあちょっと冷蔵庫見ていただいても大丈夫です。はい。いいね。何がいいってさ、この間取りのこの窓もいいね。パコッと開いてるところが。これいいね。これがあるのとないの全然違うわ。違うでしょ。ありがとうございます。うわ、一気にコンビニ。ちょっと待ってよ。見てる人でも僕のことね知ってる方で YouTube とか見てる方いると思うんですけど、僕のトロサーモン久保田の YouTube チャンネルの動画の再生回数1位に携わってるのはこの人で、女優さんのヌードを僕がデッサンするというアートの回ね、あれが今400万再生。そんな言ってます？そんな言ってた。400万言ってます？うん。すごい。コメントも英語とかでバーって外国の方も見てるから。それも嬉しいな。そこのね、いろいろ道引いてくれて。そう。僕一人だし、もうお客さんとこうちょっとお話ししながら、もう1日1回転で、のんびりお寿司屋さんをちょっとやろうかなっていう。いいね。思ってますよ。だって今度貸し切りもできるやん。いやもう大歓迎ですね。コウさん野毛って来たことあります？ないの。噂では聞いてたけど。本当ですか？じゃあ今日初野毛。初野毛か。初野毛ですね。めちゃくちゃお店多いんでしょ？めちゃくちゃいっぱいあります。一応コース1本でやらせてもらってまして。はい。
よろしければコースを始めさせていただいてはい、よろしいでしょうか。ははい、お願いします。していただきます。はい、ようこそ横浜へ。いや、お店の名前何？寿司野毛スタジオっていう名前にしよう。スタジオ。寿司スタジオかな。はい、寿司野毛スタジオっていう。寿司野毛スタジオ。はい、ああ。これちょっとまあわけというか、ありまして、まあコース料理の6席の寿司屋さんなんですけど、ちょっと一つだけちょっと変わったところがあって、その来てくれたお客さんが、まあ、今日ねカメラいっぱい回ってますけど、カメラの前で、まあ、何かしらこうおしゃべりしてくれると、そのお会計がトータルが半額になるっていう。怖い、なんか怖いな、怪しいね。何？そういうまあ、食べて、はい、まあいろんな人生喋ってくれたりとかして動画を映してくれたら半額？あ、いいね。半額ですよ。お酒代含めて全部含めて半額ですから。すごい。すごいでしょ。で寿司食えるんでしょ？もちろんです。マジで当たりちゃう？それすごいね。まあ、そうやってね、ちょっと面白がってもらえるといいなっていうお店としてなんですけど。面白いね。広まるといいね、でもね。広まるといいんですよ。どんな話をすると盛り上がりますかっていう相談をね、ちょっと久保田さんにさせてもらいたいなっていう。やっぱ来たお客さんの、まあ、何かしらのね、まあ、全部聞くことできないですけど、まあ、断片的人生一部をね、聞けたらいいななんて思ってたんで、今ほら本が絶好調の久保田さんに、ちょっとそういう。でもりゅうちゃんはね昔からそうなんだけど、今もそうですけど、何をしたら盛り上がるかじゃなくて、パーティーをする前にパーティーに行く人にどうやったらパーティー盛り上がるかなって言わないでしょ。ね。パーティーを始めてからパーティーの盛り上がり方は分かるんだよ。だからもう始めちゃいなよ。こっちが手を取りダンスを導くから。始めちゃいます。パーティーの始まりだ。そうそう。いろいろありましてね。だから本も出したりして、まあそっか2ヶ月半ぐらいかな。テレビの方を休止中になって、なんか大変そうでしたね。そう、すみません、改めましてオンラインカジノ濡れ毛の男ですということでねやりましたけども、そんな中本がボッと出て本が売れて、そうそれで助かってる部分もあるんですけども、見た本見ましたよ。ぜひよかったら見てください皆さん。慟哭の冠という本です。結構僕も本好きでいろんな本読むんですけど、前から思ってましたけど、久保田さんの文章とかってちょっと文体が独特じゃないですか。それみんな言われません？言われるですよね。それがなんかめっちゃリアルで、その昔のエピソード話してるのが全部すごいリアルに感じられて、めっちゃ良かったです。もう一つ一つのエピソードがめっちゃ良かった。よかったよかった。だから今意外とねあんまり言ってないんですけど、本読んでもらったら分かるけど、ページに文字がガン詰めして書いてんだけど、スペースがないのよね最後の方に。普通の本ってページがあって文字があって白でちょっと余白があって次のページだけど、わざと文字詰めしてる。それは次のページをめくらすためというか、もうどんどん没入感でめくってほしいためにやってる工夫があるんですね。恐ろしい話したのか。怖いな、いきなり。本の最初に実は書いてた一文二文があって、それを角川さんに、本の内容と関係ないのでネガティブなアプローチなんでここは削ってもいいんじゃないですかって言われた文なんだよね。でそれは何かっつったら、この本を出版するときにどうせまた俺は炎上して仕事がなくなってんだろうなって書いてたの。で消しましょうって言って消したの。そうで消して、じゃあ出版しましょうってなった時にこの音数の件があって、うわあの時書いて消してた、今になっちゃうでももう一回必要になってきたのでで後半の時に文でちょろっと入れただけ、また炎上すんのかな。だからね、言霊ってあるんで違う自分が教えてくれてたの。神の水を知るとかね。
トンネルズさんの番組を、うんうんもうちょっとこんなのやってらんねえなっつって、バイトがあるっつって入ったのがあるじゃないですか。あ、ごめんなさい。いいですいいですごめんなさい。もしもし。出るんかいはいはい。出るんかい。これも人生。はいはい。大丈夫大丈夫、いいよ。うん。どういうこと？どういうこと？お、何？え？なんで？うん。なんで？うん。投稿で何投稿したの？うん。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 どうすんの今後？もうちょっとまたちょっと整理したらまた電話するわ。それだけね、報告で、はいはい、どうも。ちょっとさ、言える話。ゆうちゃん、あんたやっぱ全部持ってるな、すごいわ、今日。いい話。いや、いいよ。多分これ、まあいいや。多分これ貴重な映像になってくるわ。もう出るから、あと1時間後に、ニュースが。車が吉野家やめた。退所した。今日の8時、あと1時間後かな。あと1時間後に多分、ネットニュースかな。すごいね、今日は。今日すごいですね。ごめん、話がね、いろいろなっちゃったけども。いや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 。いや、俺はだからあの時、トンネルさんの番組があって、うまく表現できなくてもういいやって復旧で収録途中で帰った、まあそれは行動であったりするねんけど、そこからやっぱ見える景色もあって、やっぱ縛られてるということとか表現できないというものに対しては嫌だから、それサラリーマンの会社とかだったらできないかもしれないけど、表現者な以上そこは別に許されるんじゃないかと思ってたりするわけ。叩かれるけどね。めっちゃ怒られたでしょ。怒られた。会社にはめちゃくちゃ怒られたでしょ。でもやっぱ行動できない人っておるやん。行動の差って覚悟の差と思うんだよね、俺は。どう？いや、そう、本当にそう思いますね。だから物騒な話ですけど、久保さんの本でもう本首つるとか、M1 取るか首つるか、もう生きるか死ぬかしかないんだよっていう、まあだから覚悟。大体ね、俺自分の中でそれあるのよ、人生教訓としてそういうのが。あと決断の差は責任の差、自信の差は準備の差とか、人格の差は苦労の差とかさ、幸福の差は感謝の差、成長の差は挑戦の差、信頼の差は誠実の差とか、すごいな。知恵の差は経験の差、全部ある技術は練習の差とか、そういうことなんだけどね。そういうのがまとめて大人になって苦労すればするほど分かってくる部分もある。なるほど。その東国の冠って、そういうなんていうんですかね、ちょっと自己啓発じゃないですけど、ちょっと今気持ちが弱ってる人はすげえ勇気づけられるだろうなっていうのがあって、なんか自伝、ただの自伝っていうかエッセイじゃないですよね。そう。それはやっぱ美味しい、まずありがとう。ありがとうございます。すごいタイミングで。ホタルイカとエビをちょっと炙ってます。はい。美味しい。ありがとうございます。いや、中書きは自分で書かせてくれっつって。
大体啓発本っていうのは、はい、啓発本のいいところはまず何かってメンタル鍛えられて頑張ろうと思う、はいはいはい、で嫌なデメリットの部分としてはこの人の言ってることは俺たちと照らし合わせにならへんやん。わかる？自己啓発本っていうのは、めっちゃわかります。そんな中で読み手とこっち側の温度差が一緒になるために中書きっていうのをつけてみた。なるほど。で本読まれたら分かると思うんですけど、後書きではなく中書き、僕が文章を書いてそれに対して読んでる方に気持ち、僕と皆さん読んでる人が共通点一緒なんだよっていうことを書いてるのが中書きっていうのがあるんですね、それを読んでほしいんですけど。こんだけ売れたりとか、売れるっていう言い方おかしいですけど、話題になるというか、その世の中に対してちょっとインパクトもあるわけじゃないですか、なんか変わったことってあります？本出す前と後で、こんなこと変わったなとか。いや別に変わったことはないよ。あ、そうですか。本が売れてるな、本が一人歩きしてるなは分かるけど、はい、別になんかこう久保田さんのあれがなんか変わったとかっていうのは別にないですか？別に俺は別にそんなのはないな、あんまり意外と。それは作ろうってなんか建前で生きてきたら、こういう時にガラッて変わったりはするけど、ずっと本音できてる分そんなに変わり目という、ただ本が売れている。なるほどですね。ただ本を見て久保田さんって意外とこんな人なんだいいなっていう意見はありましたね。そうですね。優しいのがバレちゃいましたね。優しいのバレた。でもね、優しいからいいんだよ。本読んでもらったら分かるけどね、優しい人が書いて優勝だから M1 もねチャンピオン取れたんだよ。書いてたよね、本にね。239ページの6行目かな。すごいな、全部覚えてた。なんか類は友を呼ぶじゃないけどさ、俺もこういう性格やん、りゅうちゃんもそういう性格やん、周りに集まってくんだよね、このいいね連鎖が。そう言ってくれますか？いや、そうだよ、あんたも好きなことやって、俺の周りのやつみんなやっぱ好きなことやってるしさ、なんかそれがありがたいね。ありがたいですね。なんか本には書いてなかったんだけど、学生、高校の時に一校で可愛がってくれた三好先輩って言って、俺の YouTube でラーメン屋を今やってる宮崎で方がいるんだけど、その人もね、調理科の学校行って高校の、そこから有名な東京の調理学校行ったのよ。でずっと俺可愛がってもらってたんやけど、で俺が高3になった時かな、自分の地元の清武の駅に戻ってきたのよ。でどうしたんですかって暗い顔して、もう手がグローブみたいに腫れとったんよ。でどうしたんですかって言ったら、やっぱ勝信俺田舎者やし、加減されてバカにされるけんね、無一緒なのって言うから、いやそんなことより皆さん手どうしたんですかって言ったら、調理学校で包丁も持たされんけどずっとトイレ掃除させられてて、で俺も料理好きなんやけどやっぱ大変かったわって言ったから、俺はその時かっこ悪いとは言わんかったけど、じゃあどうするんですかって言ったら、和信はどうすんのって言うから、俺三好さん言わんかったけどお笑いやってみようと思っとるんよって、お前だけは絶対夢叶えてくれ、一番になってくれって言ってくれたの。で頑張るわって言って、いろいろあって大阪に行って、もう10年、そうね、10年以上か、もう連絡が取れんくなったのよ、忙しくなったのもね、大阪で。先輩とですか？そう。で、優勝して、M1 で。で、凱旋で宮崎でライブするときに、実は来てくれてたらしくて、で、その後、ロケで三好さんがラーメンをやってるらしくて行ったのよ。ほんで、会って涙してバーッ食べて、ほんだら、俺の無知やけど、宮崎で最高得点の星つけてるラーメン屋さんが、その三好さんのお店やねん。うわー、すごい。もうさ、もうね、すごい。じっとくるよね。しびれますね。俺チャンピオン取って、三好さんも地元にさ、一番うめえラーメンの店一番取って。で、りゅうちゃんもこうやって好きなことやれてさ、そうなんだよ、みんな。これね、アジのカルパッチョです。これなんだっけ、もうオリーブオイルと塩しかかかってないんで、ちょっとレモンとかちょっと絞りながらね、お好みで。東京湾の味です。東京湾の味？東京湾の味です。いわゆる東京湾が江戸前って言ったりするんですけど、江戸前寿司とかね。江戸前寿司の江戸前ですね。うまっ。うまいですか？うまい。嬉しい。
うまい。やっぱりとはいえ僕たちもその制作側なんで、もみのさん、もみのさんの話はやっぱり印象残りましたね。特に居酒屋の、ね。そう。まあ当時東京の時からずっとお世話してもらって作家さんのね、困ったら助けてもらえるっていう。やっぱその人との出会いがきっかけでね。そうだね。だからもう人なんてさ、もう最初からもう嫌いだったんだけど、大阪の時とかもスタッフと飲み行ったこともなかったし、そうなんですね。若かりしね、やっぱ全部中指立てて生きてきたから、で東京来て地獄見て、やっぱ自分が怪我して傷口治すには自分じゃ治せないからね、人がいないと。そう思うとね、やっぱ仲間がどんどん増えてきて、ありがとうの数だけ友達が増えていったかな。今回もね、2つ返事で行くよって言ってくれましたもんね。行くよ。ありがたい。いや、ここにですよ。黒沢こうやってね、実はちょっと変わったお寿司屋さんやって、まあ1回目のお客さんでね、久保さん来てほしいんだっていう話したら、ねえ、野毛だよ。野毛まで来るよ。野毛だよ、アメリカ。いやだから俺の代々木から野毛までの距離よりも、の長さよりも、あんたと俺との付き合いの方が長いんだから。じゃあちょっとお寿司を握っていこうと思います。もちろん。はい。これさ、マイ醤油を持ち歩いてるって聞いたんですけど。マイ醤油？マイ醤油。何で調べたんですか？ネット？ネットもそうですし。すごいなんだ。なんだっけ言ってないのに。ラジオで、ラジオだったかな。なんか中山さんが、お前あれやんなって言って、甘いの好きやんなみたいな。甘いやついつも持ってるやんみたいなって言ってましたよ。持ってる。飯屋行く時は必ず焼肉行きつけの焼肉屋にも自分のマイタレがあるし、寿司屋にもマイ醤油があって、あと自分で持ち歩いてる。いいの出して失礼じゃない？いや全然大丈夫ですよ。ごめんね。そしたら今日は久保田さんのお醤油でちょっと寿司握らせてもらいます。ありがとうございます。それは知りませんでした。なんかさ、なんていうかな、これ伝わるかわかんないんですけど、見てる人に。俺むちゃくちゃスピリチュアルとか好きなのよ、昔から。で、人が好転作業って言っていい時って全部が何もかもつながっていったりする。で、悪い時って何してもタイミング悪かったりするね。タイミング悪いって言うやん。いい時ってタイミングがいいわけよね。さっきさ言ったよね、りゅうちゃんに車の中で角川書店から、本をね、2000冊欲しいっていう2000だよ。2000冊社員に向けても読ませたいんでって久保さんくれませんかっていうその話をした角川に。角川さんがその件でどうなってますかって言ってて、その方に連絡をもう取ってなかったら自分から言うのも気遣うから、その電話終わった5分後にバンって LINE 来て、あの件ですけどまだでしょうかって。こんなことある？ねえ。ほんで今日こう呼ばれて御徒の件の話してたら、さっきみたいな車の話でしょ。でまださっき三好さんの話したよ。怖い。半年ぶりや。今三好さんから来たメッセージ。いやメッセージ。すごい。アメトークで5月1日に、宮崎芸人っていうのがあるのよ。それで俺三好さんの話したのよね。多分それともパーン、三好です、和信ありがとう、アメトークの人から連絡来た、すごく嬉しい、また会える日楽しみにしてますね。見てる人、これただ単に画面映ってる人間が変なスピリチュアルのおっさんの話だと思わんでくださいよ。全部こうやって紡いでいったら線と線がつながるんです。点と点がつながるんですよね。これがご縁ですわ。これがずっと丸になるっていう話なんですよ。なんかいつもの YouTube よりいいこと言ってるわ俺。
初めてなんですけど、甘いお醤油のおじゃす。トロサーモンです。あら、食うんだ、トロサーモン。食べたくない。トロサーモンはトロサーモン食うみたいなこと。いただきます。これつけたんでしょう。つけてます。もうそのまま。うまい。うまい。美味しい。あ、うまい。これだけちょっとすだちで食べてほしいんですよ。ぜひ。絶対うまいやん。はい。すだちとお塩でイカです。大好きなやつですね。これ。これちょっと甘いのつけずに。はい。これもこのまま食べられます。うまい。よかった。大好きなのよ、これは。イカ好きですか？大葉入れたりするけどね。ね。いつもね。大葉もね入れたりうまいですよね。うまっ。アジです。アジ。はい。これ塩で。これ何もつけてないんでお醤油つけてもらってもいいですか？それから塗りますよ。大丈夫です。大丈夫ですか？なんかりゅうちゃんの寿司ネタが分厚いからいいね。あらす。なんかいつも食ってる寿司の感じじゃなくてネタがめっちゃ分厚い。太った魚だねこれ全部。そうなんですよ。あ、うまい。美味しい。よかったです。嬉しい。幸せ。ゲストからお話も聞きたいわけですよ。でも僕も素人、向こうも素人、でどう話を広げていくか。今後来るそう多分そういうこと聞いてくるんだろうなと思ったから車の中で考えといたよ。あら、もうさっき車ってまた車って言ってるけどややこしいけど。考えてくれてるんですか？唯一さこの店ってさ、はい、コースなんでしょ。全部メニューは決まってるんでしょ。コースです。だからメニュー表ないんでしょ。ないです、だったらあえてそこでここでメニュー表出てくるんかいっていうくだりで紙に達筆な字で人生で一番嫌だった話で2項目で一番嬉しかったこととか人生で忘れられないことどのメニューでお話しされますかって聞いてみたらなるほど。で話聞いてお会計満足なんでお会計は半額にさせてもらいます。気持ちいいんじゃない？これで上がりだね。さあどのメニューいきますかっていうね。これね銀だらの西京焼きです。ほう。はい。でちょっと普通あんまりねお寿司屋さんとか和食屋さんとかやんないんですけど、はい、マッシュポテトをねつけてます。これつけていいの？つけてもいいですし無視してもらってもいいです。で僕はなんかちょっと味噌の感じとマッシュポテトが結構合うなと思って。うまい。ちょっと待って、ちょっと単品うまいわ。ああ、美味しい。あ、合うね。合います？あ、よかった。なんで？不思議。なんかね、僕の友達に相談したらマッシュポテト大概何でも合うかなってそれやめようよ。味濃いやつ大体何でも合うから。そう冷めるからでもやりそうでやらないじゃないですか。西京焼きとマッシュポテト。コーラはなんか全般お菓子全部合うみたいな言い方したい他はあんまりいけないみたいなあるんじゃないのかいや別にそんなないよ。これヒラメです。ヒラメの昆布締め。天然のヒラメですね。これ醤油がいい。醤油がいいと思います。はい。うまい。
わかる、柔らかい。そうふわふわなんですよ美味しい。ね、プリプリじゃなくて。優しい。お腹全然いけますまだ。全然食べれるよ。美味しい。ずっとうまい。手渡し。おお。粒がいい。これもお醤油はいついてるのでそのままいっちゃってください。うまっ。歯応えがめちゃくちゃいいね。ありがとうございます。磯の香りがいいですよね。うん。粒貝のこのパターンって海苔とはい。シャリと粒貝を口の中で噛んでたら一緒に喉の中でいくねんけど、はい。コリコリしてるから口の中で途中で粒貝とシャリと海苔が分かれる。うん。だから粒貝は粒貝の味の良さを感じて、シャリと海苔の味も感じれる。で喉を通った時に粒貝の寿司食ったんだって本来のうまさになってる。素晴らしい。ありがとうございます。い俺いけるな。けますね。グルメレポートいけんじゃないですか。グルメレポート。魚のさ骨とかあるやんか。はい。俺の宮崎のさ田舎のはい俺が住んでたところは、はい。そういう骨をはい。お湯に入れてはい。熱々のはい。で甘い醤油入れてぶっかけて飲む。どういうことですか。骨から出汁を取るってことですか。うん。ああ、サンマとかもそう。ああ、そうそうね。でそれを大阪行ってうん先輩の前でしたら汚い声がすんなって怒られたんやけど、唯一いやまあ俺のとこと一緒やんけ、これむちゃむちゃうまいやろ、言い方はちょっとちゃうけどそんな感じ来られたのよ。この人と一生仲良くなれるわと思って、それが大悟さんやったな。大悟さんも一緒の食い方。大悟さんもでも岡山の。そうそうそう、北木島のね、うん、僕と彼も岡山出身なんですよ。あ、そうなんです。どこ？たまたま僕は岡山市、彼も岡山市ですけど。でちょっとまた話します。もみのさんも岡山。俺の周り岡山の人めっちゃ多い。自家町のね、河河野さんももう岡山やろ。そう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 、多いよな。大悟さんも岡山、ね本見さんも岡山、ねこれ井口一緒に番組やってる。井口さん、上岡山そう岡山ばっかり周り。ねなんか縁があるのやっぱ。ご先祖がいるんじゃないですか。いや確かにそう思ってるのに調べてみようかな。これマスコですね。マスの子供のイクラ丼のはい。ちょっと粒がちっちゃいやつね。ほう。すごい新鮮なんでプッチプチです。これはこのまま。このままね、ちょっとほぐしながらイクラ丼みたいにしてるんで、ミニイクラ丼みたいにしてるんで、ちょっあうまい。と美味しい。ちゃんと塩気が残ってる、全部うまい。ありがとうございます。でかい粒より食いやすいなこれ。そうなんです。なんで？なんですかね、好みがあるみたいですけど、イクラの方が好きっていう人もいますけど、あ、そう、はいこっちがいいわ。食感がね、いいですよ。うん。でか餃子とミニ餃子みたいなことかな。けどね、あれも好み分かれますからね。まあね。食べやすいわ、でもうまい。量もちょうどいいわ。嬉しい、ありがとうございます。どの世界も多様性ですからね。多様性。うん。あ、来た。これね、日本のワインなんですよ。宮城県のワインで、元気っていうワインなんですけど、オレンジワインっていう白ぶどうの皮も種も一緒に全部絞ってワインにすると、こういうちょっと白ワインより色が濃い色になるんですよ。ちょっと美味しいの飲んで。種も。種もそれ白ぶどうなの？白ぶどう。えでそれをそんなの皮も種も全部絞ると、こういう濃い色。
これめっちゃ飲んでまうやつやな。飲んじゃうでしょ、ね、うまいな。こうちょっとマンゴーとかちょっとトロピカルフルーツみたいなニュアンスもあったりして、めっちゃ美味しいんですよ。一口飲んでみる。うまっ。なんかほんとおちょこぐらいおいいよいいよいいよ。ペロって味出てきてこれうまいんですよ。クラフトビールのワイン版みたいな。あ、そうそう、もうねまさにまさにまさに。うまい。これうまいわ。あざっす。あ、うまっ。うん。これとお寿司のお店をやります。ちょっと寿司屋では邪道なんですけど、またこんな肉、寿司からの。ちょっとだけ美味しいとこちょっとだけ何の肉ですか。黒毛和牛なんですけど、ミスジっていうはいはい。肩の裏側のところです。ちょっと甘いんですけど、うまっ。何で焼いてんのここれ魚焼くみたいに金串ぶっ刺して遠火でじっくり火入れるとれ。うまいわ。柔らかいんですよ。全部うまい。嬉しい。これいただきますはい、ウニですね。味付いてます。うまい。シャリもいいね。うまい。ありがとうございます。嬉しいですよ。もううまいが一番嬉しい。うまい。でも俺のこと知ってる方もいらっしゃると思うんやけど、はい。多分その人たち分かってると思う。一個に寿司に対して腐さへんから、マジで久保さんうまいなと思ってるなって。ゆうちゃん、はい俺さ、この期間にさ、はい。自分でできることねえかなと思って。向上心の塊ですね。そうでさ、あんたが電話くれたタイミングでさ、はい。ネタが出来上がったんだ俺。この期間で。この期間、そうですごなんか自分の気持ちをトップに世間に広げることできないかって思ったんよ。ほんだらずいぶん前に後輩がネットでね、AI が曲を作ると、はいはい。勝手に歌詞は自分で書かなあかんと。歌詞なんて得意ですよ、あんた本も書いてるんですから私、ね。やってみようと思って今日やったんよ。とってもいいのができたんで、これ本邦初公開よこれ。どこにも流してない。久保田さんと AI が作ったそう、自分の人生の曲。いいですか。はい、お願いします。Believe Me という曲です。はい。いいですか。はい。ちょっと流します。歌詞全部僕です。はい。どうして疑われたの？なぜそんなに疑うの？そんな歌歌うよ、もう僕でいいよ。全部あの二人の不憫ほどやってないって言って、 TV もドラマも景況なし、僕は2ヶ月全部なくなった。もういいよ、全部俺のせいにしなよ。未解決は全て僕、ケネディある卒も政治の汚職も、もしも日本に天変地が起きた時も全て僕なんだよ。なんなんだよ、災難だよ。いなくなりたりたい、災難パンに
中で財布がなくなった。さっきはあった誰なんだよ。誰も信じれない僕なんだよ。僕でいいんだよ。それで君が少し楽になれるなら僕でいいんだ。僕なんだよ。 Believe me Believe me I believe me信じて僕はここにいる。すべてを歌に変えて Believe me I believe me I believe me ありがとうございましうわーすごい。た。まだ初期段階なんでここから加工していくのでどんどん本当にいい歌じゃないですか。そう「Believe Me」っていうやつですね。会社で財布がなくなったよ。なくなったけど犯人分かんないかったらもう俺でいいよ。俺でいいよ。もう俺やってないけど俺でいいよいいよってBelieve Me でケネディ暗殺の事件もあったけどあれも俺だよって言ってケネディって言ってたけどあれケネディ暗殺って言ってる。そうあ、そうなったんですね。そう全部あれも僕だよ。ケネディの犯人が捕まってますけど。捕まってでもあれ俺だよ。犯人いるのに。で俺だよ。犯人いるのに。俺で日本で天変地異今後なんか起こるかもしれないけどそれももう俺でいいよ。俺だよってでも俺じゃないっていうことを信じてビリーブミってことですね。いい声ですね。いいでしょ。うん。歌が。そうなんですよ。これをやってたんですよ。じゃあこれ最後です。ありがとうございます。本マグロ。今日は塩釜ですね。宮城県塩釜。一回も冷凍してない生です。生本マグロ。中トロですね。うまっ。なんていうかごめんな俺もあんま下手だからうまく言えないけど伝えればだけど保存してました何日もはいどうぞじゃない感じで出されたら出されたで分厚さじゃなくて噛んだらすぐに溶けるから噛んだらすぐに溶けるって表現よくするけどそうじゃまたない海で船釣りして魚さばいてパッて食うみたいなあの感じだねありがとうございます。なんか少しだけさ、はいまあ、社会で生きててこう40にもなるともともと飯を食われんかった人間がいろんなお店連れて行ってもらってコースとか食べたりするそうですよね。時によくさコースで料理が出てくるとこ遅かったりするわけでなんか合わなかったりするわけよ長えなとかさちょうどいいねここはいいタイミングで出てきやから本当に嬉しいな。変なもん大コース料理の店行ったらさ終わってからなんかまたなんか行きたいなみたいなで気づいたら最後なんかラーメンなんか食っちゃってさバカ野郎みたいになるんだけどここは最後までコースでした。嬉しいな。最後食べて程よく寄ってしまってるんでこれがコースですね。コースでやらせてもらってます。これが一応1人7800円の予定なんですけど、もうお話ししてくれたら3800円、3900円か、自分の人生のお話を自分の人生の話をしてくれた。はい。お酒は400円からです。週に3日しか営業しないですよ。木金土だけ。最初からあぐらかいちゃってんね。住所非公開。看板なし。奇抜すぎるやろ。いやすごいけどな。でも本当にもう今回のね久保田さんこの YouTube 見てくださった方とかが面白がって、僕も本当一人でもいいんですよ本当に。今日はもうお客さん一人です。ゆっくり
話できますねみたいなのもすごい楽しみだから、それでもいいなと思って、6人いたらね、それはちょっと楽しいんだけど、めっちゃ嬉しかったです。いや、俺も嬉しかった。こんな遠いところまで。いやいや、全然。ちょっといい報告ができるように。俺もなんか頑張ります。何をですか？自分で頑張る。いや、この店に頑張るじゃない。あ、じゃなくてね、期待しちゃって。あって、また自分で頑張ろうと思えたから、頑張ってよって言ってくれてるのはりゅうちゃんだ。なんかうまく、そうですね、まあ僕も芸人なんで、酔った勢いで頭もあんま回ってらんのんですけど、今日酔ってますよね。ちょっとね、最後にじゃあ、したこともないですけど、謎かけでもしますか。あらいいっすか。お願いします。なんかじゃあお題ください。はい、丸く収まった。じゃあオンラインカジノとか。わかりました。はい。オンラインカジノとかけまして、もうかかってるけどね、かけてるだけね。オンラインカジノとかけまして、オンラインカジノとかけまして、その辺の正体不明の女が近寄ってきて、その女が好きになりましたと解きます。その辺の正体不明の女が近寄ってきて好きになってしまったと解く、その心はベットしたら終わりでしょう。今のお前お後がよろしいようで。コウさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。